ティーブはもう YouTube うまくいかなかったら魚屋さんやろうかな。ミスター・スティーブ・フィッシュマーケットにしよう。またかっこいい軽トラの市場できたね。この間みたいにこうあそこまではならないっすね悪いっすね堀越スタイルかっこいいっす。失礼します。堀越さん、お久しぶりです。お久しぶりです。どうもどうもどうも。また違う軽トラですね。はい、そうっすね。どの軽トラだろうが堀越さんのものならかっこいいですよね。ありがとうございます。これまた違うんですよね。この間運転させてくれたやつと、はい、またでもかっこいいです。気に入りました。ありがとうございます。おかしいでしょ。堀越さんがすごいなんかヘミーチャージャーがあって、ベルバイアがあって、一番乗りたくなるのはこの軽トラですよね。おかしいんだよ。でもいやかっこいいですこれ。ありがとうございます。アメリカにこういうのはないからこそやっぱり面白いなって自分視点から見るとスタイルはいいですね。じゃあちょっとしたドライブでこれ何に使ってるトラックですか？これは仕事ですね。仕事用に、はい、これはエンジンはそのままノーマルですか？これノーマルですね。ターボがまあ左ハンドルになってないですよね。トレーラー引っ張ってないですよね。引っ張ってないです。あれは最高に楽しかったですよ。だって結構見られましたね、あの動画をね。そうですね。言ってくれるんですか？言われますよ。言われるんですか？はい。から日本車も本当幅広く何でもまあ私と一緒ですよね。その意味では別に一つに絞る必要はないんだよね。そうですね。堀越さんはいくつでしたっけ？僕40もうすぐ3です。43。はい。私よりちょっと下なんだけど、はい、趣味は一緒ですね。そうですね。みんなにまあいろんな人にスティーブンなんか軽トラ見て興奮するっていうなんか説明できないんだけど、興奮しますよねこういうのを見ると。ノーマルじゃなくてこうみんな一人一人のスタイルとかがあるんだけど、もちろんそれで好きと好きじゃないとか好き嫌いとかあるんだろうと思うんだけど、そのスタイル好きじゃなくてもその人の動力というかその人の発想力というかそれもやっぱりなんか認めてあげなきゃいけないんだよね、他の人のそのスタイルを。ね、すごいと思います。堀越さんの作ってるのは。アメリカにないですかね、軽トラ。確かにそうっすよね。そうないですよね。ないですよね。日本でもだいぶ軽トラ流行ってきましたからね今。多いですよね日本は。多いっす。ただここまでなってる軽トラはあんまりないのかな。あるんですか？これもあんまりでもいじくってるっていう風ではないですよね。ただエアロ巻いてホイール履いてるだけなんで。これ法令ですか？法令です。法令でこのままでこう純正で買えるものなんですか？それか軽トラを買って自分の法令のボックスをつけて。どっちかっていうとそういう方ですね。なるほど。はい。なるほど。ディーラーで特装車っていうのがあるんで、買って箱を乗っけてもらうのに大体 3,4 ヶ月かかるんですよ。3,4 ヶ月かかるんですか？中に何を運んでるんですか？魚です。魚。はい。それは本業はそうなんですか？本業魚屋なんで。魚屋ですか？いいなあ。やっぱでも燃費はいいでしょ？燃費は本当はいいんだけど僕常に飛ばすんでアクセルベタ踏みなんで燃費悪いですね。そうなんですね。
これ下りでだいたい130、140までは行きますね。下り坂だったら。下り坂だったら、上りだとじゃあメーターもういっそうですね、いっぱいいっぱいになりますね。上りだと100から110ぐらいですね。でも普通に走りますよね。走ります走ります。これは何車ですか？ダイハツのハイゼット。ハイゼット。はい。昔軽トラを買って埼玉で買って、もう宮古まで、東北の宮古まで走って行った一人で行ったことある。これが降りて最初ちょっとガソリン入れなきゃと思った時、降りた時もう体がこうなってたんですよ。もう腰が曲がったままで降りて、でスタンドのお兄ちゃんたちがみんな驚いてます。外人がこれに乗ってるって。東京のナンバーで品川かなんかのナンバーで宮古までこう軽トラで行くっていうのは珍しいっていうのもあったんだけど、でもすんごい狭い。そうですね。もう広いっすよ。ですけどね。これはそうでもないですよ。なんか足がまだ余裕があってまっすぐに立って、変わりましたよね。変わりましたね。デザイン的には。ここに堀越スタイルで、もっと大型トラックのミラーをつけたらどうですかね。やわないですかね。大型というかこう中型ぐらいのああいうミラーだったらやわないですかね。これに僕どっちかというとミラーちっちゃくしたい派なんですよ。そうなんですか。大きくするんじゃなくて。大きくするんじゃなくて、多分大きくするんだったらリフトアップした方が似合うと思うんですよ。車高を上げてちょっと四駆っぽくて、そこで大きなミラーをつける。なるほどね。なるほどなるほど。車高を低くする分には多分ミラーはなるべくちっちゃい方が似合うんじゃないのかなと思って。確かにね。まあ見やすいんですけど、多分自分だったらちょっと大きめなトラックミラーがここからマウントとしてがこうあって、ちょっとね細くて長めのメッキのミラー、その上にアンテナCD ラジオのアンテナをね2つで出してこうやると、それはスティーブスタイルかな。スティーブスタイル。スティーブ的スタイルか。そのうちみんなお互いね、みんなそれぞれがね違いますよね。どうですか、リノさん、似合ってる？いいですいいです。いい映像撮れてると思う。いい映像撮れてる。運転しやすいよね、この車は本当に。で、昔の軽トラよりちょっと広くなんかね、広めにできてるので運転しやすいんだよね。日本人の体が大きくなったからそうなったのかな。なんていう？これエクイップです。ワークのエクイップ。昔の結構旧車にもなんか箱スカにもなんか似合いそうな。似合いますね、間違いなく。すごい日本的なホイールだなって感じですよ。昔の俗車とかに履くようなホイールですよね。よくありますね。スティーブの箱スカとかは多分似合うと思う。似合うかもしれないですね。アメリカってこう思ったらみんなやるじゃないですか。自分がやりたいと思ったらみんなやるじゃないですか。で国もある程度それを認めてくれるじゃないですか。トラック潰し合ったりするレースとか、トレーラーのヘッドだけのレースとか、日本ってもう規則でダメなんですよね。厳しいですよ。つまんないですよね。すごいね、嫌だとちょっとこの間思ったのは、東京オートサロンがあったんじゃないですか。それでオートサロンでの間にこう改造車のためのショー、改造するための改造車のショーですよ、なのに千葉県警がそこでその検問やって、結局改造車好きな人が車で来れなくなる、来たらこう捕まる、で切られる、違法改造のコーダーだとかってちょっとね、まあ警察のどの頃じゃ別に言わないんだけど、ちょっとずるいかなと思ったんですよね。厳しすぎると思った。世の中の流れに主催者側が便乗しちゃってるんですよね。だからオートサロンで改造車のためのカスタムのショーって言ってるんだけど、もう結局中が大手ばっかで、もっと
もっとすごい車作ってほしいんですけど、綺麗な車しかないんですよ。あもっとね、属車みたいなのとか、あもっとね、もう普通改造車みたいなのがバンバン集まるようなはい感じがいいんですよね。今どっちかというと商売が先に出ちゃってるショーみたいな。とそういうのもあるのと、あとキャンガールのなんかそのプロモーションというあれ、どうして車は関係ないんじゃないかと思うんですよね。いや本当っすよ。もう半分以上のそのねおっさんたちを見るとあそこにいるのは車は関係ないっていう感じですよね。キャンギャル見に来てるんで。堀越スタイルかっこいいです。さらに気に入りました。ありがとうございます。よろしくお願いします。スティーブはもう YouTube うまくいかなかったら魚屋さんやろうかな。スティーブ・フィッシュスティーブ・フィッシュだな。ミスター・スティーブ・フィッシュマーケットにしよう。これで